Founded just in the middle of the 17th century by Futagami Hanosuke Masaaki, Sosuishi Ryu is a Sogobujutsu, a comprehensive martial art covering multiple battle situations. Even now, they still practice Iai and Jujutsu techniques, with and without sets of ancient armors, and with various weapons such as katana, tachi, and small concealed weapons. Those techniques were directly inspired by the most ancient Jujutsu school in Japan, Takenouchi Ryu. Initially developed within the Torenji clan, vassal to the Fukuoka clan, the school spread in North Kyushu under the influence of the Shitama family, who took over the school after Futagami Hanosuke passed away. The Sekiryukan Dojo, oldest dojo in Japan, is still led by the Shitama family. In 1888, Matsui Hyakutaro Munetara, a disciple of the school, was called to Tokyo to teach Budo to the Akasaka police. As he stayed in Tokyo, Matsui opened his own school under the name Sosuishi Ryu Kumiuchi Koshi no Mawari. Mr. Usami Hiroji kindly accepted to answer our questions about their schools and gave us an interesting insight on the practice and principles of Sosuishi Ryu.今年は鏡開き式の、出陣の武者は総帥師の関係は私とそれから東京の、兄弟子であります中村さん2人だけだったんですが、少し前までは総帥師のメンバーの中で5人6人と出ている年もありました。というのは日本甲冑部研究保存会の会員でなくても、出ることが前はできたんですね。私も、最初は研究会の会員ではなかったんですが、総帥シールの、門人たちが協力をしているという一員の中で出ていました。でその後10年ぐらい、鏡開き式に出てまして、甲冑自体にも興味があったし、総帥シールが甲冑武術ですので甲冑の勉強もしたいと思いまして、研究会の方にも入会し、今も、鏡開き式に出ているということです。大鎧にしても腹巻きにしても、高津商会という NHK の大河ドラマ、や時代劇の美術担当をしている、専門の、会社が東京にありまして、そこで、制作したものを鏡開き式で使っています。形は源平時代、つまり平安末期から鎌倉時代初期の甲冑の姿を現代で復元して使っているものですね。楽しみでやっている武道なんですけども、徐々に、門人の方が増え、指導もしなくてはならないするとなると、だんだん自分の人生の時間とエネルギーとがこの武道に注ぐようになりまして、やっぱり自分にとって、なくてはならない生きる意味の一つが武道であると思います。またその中心が総帥支流という古武術であると思います。また私仕事というかが文学関係なんですけども、自分自身は若い時のより多くは言葉を通して人間を理解するっていうような少年時代青年時代を送ってきたんですが、それとともに体を通して身体を通してその身体を使う技を通して人間を知る、あるいは
人間とは何かっていうのを体を通して知ることができる。それが一番自分にとって武道の意味かな。身体を通した人間理解、人間探求、そう言えると思います。現代武道、スポーツ武道、剣道、現代剣道であり柔道であり、そういうもの、空手もそうだと思いますが、それはスポーツとしての素晴らしさ、素晴らしいスポーツだと私は思います。ただ古武道っていうのはスポーツとはまた違うものだと思います。で、現代における意味っていうのはやっぱり日本の伝統文化、舞台芸術で言えば、お能なり、歌舞伎なり、そういうものと同じく伝統的な所作であり精神でありっていうのを伝えていくものだと思います。で、スポーツ武道でも古武道でも目指すところは強さだと思うんですね。スポーツ武道はルールの中で勝敗を決めるし、じゃあ古武道は何の強さなのかって自分でも考えるんですけども、スポーツ武道は決まった時間の中で勝負がつくわけですから、始め終わりでその中での勝負ですけども、古武道は戦いませんが、現代では戦ったら命のやり取りをするわけです。でそこで勝っても恨みは残るわけですよね。人を傷つけた、人の命を取った。だから本当の勝負、勝ち負けっていうのは何なのか。その時勝っても永遠に勝ち続けることはできないし、という意味では古武道、武道という世界がスポーツ武道であれ古武道であれ、勝敗、武道である以上勝敗にこだわるわけですけども、古武道の勝ち負けっていうのはその人の一生、あるいは末代までの勝負であるということ、このことがなんか現代にある古武道の意味につながるのかなっていうようなことを時折考えます。古武道の型っていうものそのものがそのまま実際の戦いにそのまま使えるかっていうと、使えるものもあるし使えないものもあると思います。で、門人からもその質問はよく受けるんですけども、型そのものの意味というのはいくつかありますが、一つはその流儀の動き方を通じて流儀の体を作るっていうことだと私は思います。また実践に使えるかどうかっていうことでいうと、型の中で隠しているものもあるんですね。その流儀の体使いや流儀そのものの体になった時に、その技をどんなふうに実践の中で使えるかっていうことが出てくるので、演武はあくまでもその型、基本的な型ですから、やっているのはそれを見て本当に使えるのかなって疑問を持つのは当然だと思います。今私が門人の人に言うのは、演武会は実践と同じだから真剣に臨むべきものだと思っています。演武で失敗することももちろんありますし、うまくいくこともありますが、緊張感を味わう、演武で人前でやるっていう緊張感を味わうっていうのは、自分たちの武道の修行の中で必要なステップなのかなと思います。総帥支流で言えば、今の2つの流れ、九州には、江戸時代は赤竜館っていう道場はありませんでしたので、福岡藩で行われた道場で、
明治になりまして下間先生、下間家から、14代を継いだ青柳先生、九州の師範。青柳先生は武士の旧武士の、門弟だけでなく広く一般の武士階級以外の人たちにも青柳先生が九州では赤龍館という道場を作り、創水支流の門弟を広く取ったということがあります。でこちらの私たちの流れでいうと先ほどから申し上げています松井百太郎先生が、警視庁の呪術世話係師範になって、東京に関東に創水支流を広めたと。でこちらの松井先生も福岡藩の旧福岡藩の指定だけでなく広く、一般の人たちにも創水支流を教えました。でうちの会の残っている話で言いますと、外国人の弟子を古武道の中で外国人の弟子を初めて取ったのは、松井先生だという話もあります。そういう中で創水支流はもともと武士の武術ですから侍が学んだ武術ですので、明治になった時に、侍ばかりでなくそれ以外の一般の人たちも、から門弟を取って広く享受したと。九州でもこちらでも。それが明治維新以来、困難なことはいろいろありましたけども残ってきた理由なのかなと思っています。またもう一つは例えば一般的に行われている講道館柔道であるとか九州で言えば、あるいはこちらで言えば一般的な居合、剣道連盟の居合を共に学ぶと。今の高尊会やっていませんがそういう時代もありましたので、そういうメジャーなスポーツ武道、近代武道も、共に稽古するという時代もありましたので、そういうことも今の創水支流が残ってこれた理由の一つかなと思います。創水支流高尊会、この高尊会は、光、高は光、尊は尊い、尊いの尊ですが、この名前はですね、北島国空先生がつけたんですが、この高尊というのは実は刀の鑑定家である本阿弥光尊先生の高尊なんですね。本阿弥光尊先生の高尊は字は違うんですが、その高尊を取って高尊会と。北島先生は武道家であるとともに刀の鑑定家だったんです。で北島先生が創水支流を学ぶきっかけというのも、その前の代の杉山先生が創水支流をやっていたわけですが、杉山先生が北島先生に刀の鑑定を習いに来たところから北島先生が創水支流をやるきっかけになったんだと。ですから私たちの流れの中では日本と刀というものが、大きく関わってきたのかなと。刀の研究者愛好者が関わって高尊会という創水支流伝承の母体ができ、その高尊会がなんとか現在まで創水支流の伝統を伝えてきたということだと思います。それは聞いたことはないです。はい、武徳会の関係でいうと、九州の下間家には武徳会の藩士、武徳会ので柔道されていた先生が婿養子になって九州の創水支流を継いだっていうことがありますが、それからうちの、松井先生も武徳会から最後藩士の称号をいただいてますので、武徳会との関係はあると思います。
だ戦争の中で武道が奨励された中で総帥支流がそこに深く関係したとかっていう話は私は聞いたことがないです。うちの流儀でいうと第二次世界大戦とかそこよりもその明治維新やその後の西南戦争のあたりで九州の総帥支流の人たちは西南戦争に西郷軍側で戦って亡くなったりとかそういう話はありますね。はい、こちらだと新潮組とか後の新選組とか浪士隊とかその後のその辺が幕末あるで多くの関東の流儀の見学たちはそこに参加しているわけですけども、当時はまだ総帥支流はこちらに伝わってなかったのでこちらの流れの中では関わってないかなと思いますね。現代のスポーツ武道をやってる方にあえて総帥支流をやったら学んだら稽古したらこんなにいいよっていう直接つながるようなことがないのかなと思います。ただ自分の経験の中では合気道の方たちは割と広く古武道なり武道を学んでいこうという姿勢のある方が多いかなって思うし、研究熱心な方もまた多いと思いますので合気道の方と交流はしたいなと思ってますし、私も含めてうちの門人の中には合気道出身者や経験者は多いですので、また小手返し等の技で共通点もあります。うちの流儀の技を合気道的な使い方をしたらこんな効果があるとか、合気道の技の原型はうちの流儀のここなのかもしれないなとかいうことはありますが、剣道や柔道や空手の人たちはその世界の中で多分十分素晴らしい技をありなので自己完結してるんじゃないでしょうか。そういう印象を私は持ってます。だから、自己完結している方たちはその世界を広げようっていうあんまり難しいのかな。で埼玉では腰の回しと組打ちと両方今日のように稽古をしています。で場所は今日の寄居町の総合体育館、それが土曜か日曜の午前中どちらか使える方と、同じ町内の八形というところにあります八形財産区会館というところでこの部屋ぐらいの和室があるんですが、そこで火曜日と木曜日の夜だいたい6時から8時半ぐらいまで、遅い時は9時ぐらいまで稽古していますのでそこで稽古することができます。で総帥支について入門に関してはもしやりたい経験したいということであれば体験をしてもらって少なくとも半年以上、稽古してもらってで入門したいということであれば入門ができます。最初から来てすぐには、できません。というのは本当にやれるのかどうか自分自身にも判断してほしいし、会として、あなたはダメですって言ったことはありませんが、やっぱり本当に、スポーツと違いますので自分がやっていけるかどうかを十分見極めてから入門してほしいということです。いただいた質問にも答えきれてないなっていうのがたくさんあるんですが、自分が武道をやり、
門人の人たちと一緒に稽古とっても楽しくやらせてもらってるんですが、武道に何が意味があるかっていう質問もありましたけど、稽古してるのが一番楽しいです。で武道を何でやるかって当たり前なことなんですけど、その流儀なり自分の、武道武術の稽古したくてやってるわけですから、武道修行者としてそこに集中したいっていつも思います。で自分の流儀にも誇りがあるし、他の流儀の方々もそうだろうし、全てのスポーツ武道の方も含めて自分のやってることに誇りを持ってやってるんでしょうから、武道やってる人に言いたいのは、それに集中しましょうと。例えば自分の流儀っていうものがあって、そこにあるいは会派というものがあって、そこに虚飾を、平たく言えば自分の流儀の会のことを作ってしまったりとか、そういうことが古流武術の世界にいると少なからずあって、そういうことが大変残念です。それは他の流儀の先生方からもよく聞く話ですけども、武術を志して武術の修行をするんだから、そこを正直に自分の流派とか会派、もっと武術、自分の修行そのもの、稽古そのものに集中すればいいんであって、そこに世間的な利害だとか宣伝だとか、そういうのを絡ませるのは大変残念、してほしくないなと。反面中国の武術家は皆兄弟っていうそうで、私とってもその言葉感銘を受けて好きなんですけども、そういう気持ちで武道の世界みんな正直に技を通じて人間磨ければいいんじゃないかなって、そうしてほしいなと思います。海外で稽古されている方がどういう気持ちでされているのかっていうのは私よくわからないんですけど、さっきの言葉で言えば武道家は皆兄弟と、本当に武道の道を目指している人は皆兄弟だと私は思いますので、一緒に武道を稽古することで人としての修行もしていけたらいいと思いますし、そういう仲間としてつながりたいと思います。私はまだ始めて4年ぐらいですけれども、他の古武道でもそうですけど、創設主義ですけど、始めてよかったというのは、こういったいろいろな昔のね、技とかそういうのが、学べることと、精神的にもね、非常に自分の心の中でね、なんか芯ができたような感じだし、で、私、寄町に住んでるんですけれども、寄町もね、宣伝になりますけれど、非常に歴史と文化の、素晴らしいところなんですよ。で、八形城というのがそちらにありますし、これは北条のね、ちょうど戦国時代の頃ですから、北条祭りというのをやっておりますし、ちょうどそれに合ったようなね、体験ができるような感じがするんですよ。で、私なんかも年ですから、このね、素晴らしい、古来の古武道をね、これを後世に、できるだけね、私なんかは伝えていきたいと思ってるんですよ。自分がね、これで強くなるとか、そういうのじゃなくてね、やっぱり精神的な面は強くなりますけど、後世にできるだけね、残したいなと思って私が今取り組んでいる、ところなんですけどね。私はこういう武道を通じて、やっぱり違っ
ったなんか視点っていうのかなが学べれば、それはそれでまた一つ嬉しいなと思います。で、特にそういう、こういう武術っていうのかな、武道の中で見ていて、今度は能みたいになんかしますね。そうすると、その足の運びに妙に気持ちが向いて、あとの歩き方をする。あれは、あの姿で、あの重心をどう動かしたら、あんな風になるんだろうかとか。そういう全く別な分野と、その、武道を結びつけてみたり、まあそういう風な関心が一つ増えるっていう、その楽しさっていうのかな。そういうところ、それと、まあスポーツ武道とか、スポーツ、今、冬季のオリンピックが始まりましたけども、勝った負けたってありますよね。メダルを取るのが目標で。彼らは本当に血の滲むようなことを毎日毎日自分を鍛え上げて、メダルに挑戦してるわけなんだけども、非常に勝つことが大事で、見てる方もそれは、その勝つことを期待して楽しんで待ってるわけですね。だけども、武道はやっぱり勝つことだけではない。別な分野がある。そこの、なんていうのかな。楽しさっていうのが、勝負と関わらず、勝った時に相手を見下すんではなくてね、相手を称えるというような部分が武道の中にある。ちょいっていうようなガッツポーズじゃない。真逆のやっぱりアクションっていうのが武道の中にある。そういうものがやっぱり自分のなんていうのかな、気持ちになんていうかな、喜びを与えてくれる、学んでる時にね、瞬間じゃないかなと。そんな風に思いながら、稽古もね、そんなつもりで、一生懸命やるのと同時に、一生懸命やることで、やっぱり、相手を思いやる部分が育まれるっていうのかな。だから若い人たちなんかでも、そういうところを、どんどん自分の中で育てていってもらえれば嬉しいなと。そんなふうに思いますね。